はじめまして、アレックスと申します。アメリカ育ちの日系ブラジリアンです。普通に、俺の趣味は、日本の文化、そして古いアーケードゲームや、パソコンゲームなのです。しかし、年頭から仮想通貨への関心が高まって、現金を倍にすることに成功しました。その後は、仮想通貨やブロックチェーンに関してのさらに深い研究に励みました。今年は仮想通貨全体の時価が信じられないほど急激に打ち上がり、年初と比べて10倍になって600ビリオンドルであります。ビットコインは1000ドルから2万ドル以上、イーサリアムは8ドルから800ドル以上になりました。どうしてのでしょうか。今日は研究の衝撃の結果、そして EOS はどうして社会の革命になるかをこの動画で報告して、興味のある日本人の方に捧げましょう。ちょっとわかりづらいですが、知る得が間違いなくあります。EOS とは一体何でしょうか。コインマーケットキャップ .com の一覧表を見ると、EOS 以外にも色々な仮想通貨があります。この一覧の頂点に立つものは、ビットコインとイーサリアムです。この2つの時価総額は、他の通貨を超えています。その他の通貨のほとんどは、何の役にも立たず、ただの投機で支えられています。実は、これらの通貨のほとんどはただ、ビットコイン相場の上下とともに変動します。しかし EOS とは、他の通貨と一味違います。いかにも、EOS の機能は、ただの通貨としての価値を移すものだと考えるのは大間違いです。しかし EOS を理解する前に、まず現代のブロックチェーンの技術と使い道を把握する必要があります。では、はじめとして、世界初の仮想通貨、ビットコインを説明していきましょう。ビットコインの思想は、オーストリア学派の経済学者、マレー・ロスバードが描いた無政府資本主義というリバタリアニズムの類型に帰着しています。これとは政府に監督されない自由市場と考えられます。90年代にパソコンがますます強力になっていき、この理論に興味のあった人はどうやってパソコンと暗号法の力で政府の目を欺き、自由市場を自動化するかを検討しました。1998年、暗号研究者のウェイダイは、どの機関や国庫にも統括されない B マネーのコンセプトを記述しました。今まで通貨の取引は信頼せざるを得ないの第三者に委ねられていました。銀行やビザ、ペーパルとか決済代行のサービスの社内の台帳に記されています。しかしこの B マネーは信頼する必要がない透明性のある誰でも立証できる集合的な台帳に記載されます。こうして初めて仮想通貨が記述されました。この通貨の鋳造と送金は台帳に更新されると詐取を防止するためパオというもので認証されます。パオ計算の負担は重い一方で認証されやすい必要があります。その計算が行われると少しの報酬が上乗せされます。この報酬の稼ぎは加算でマネーの全合計にも増加して少しインフレになるから今では採掘と呼ばれています。そしてそのパオ計算は暗号学的ハッシュでサインされます。暗号学的ハッシュとはハッシュ関数を通じてインプットされたデータによって独特にアウトプットされる文字列です。データが1ビットでも変わるとアウトプットの文字列が完全に違います。これはチェックサムとも呼ばれるが暗号学的ハッシュはチェックサムより長くセキュリティが強いものです。あなたの好きな人気のサイトのパスワードも暗号学的ハッシュに守られているでしょう。暗号学的ハッシュのアルゴリズムは複数あります。現代の暗号法で使われているアルゴリズムを破れるには現代のパソコンで数百年
数千年もかかります。これによって仮想通貨のセキュリティが確保されます。ちょうどその頃、同サークルのニック・サボは B マネーと似てる論文のビットゴールドを設計し始めました。10年後、世界金融危機をきっかけに、彼は突然、ビットゴールド実体化のプログラミング手伝いをネットで求人しました。そしてついに来年、正体不明のサトシ・ナカモトという人物が、B マネーとビットゴールドの部分を組み合わせたビットコインという仮想通貨ネットワークを起動させました。ニック・サボとサトシ・ナカモトは同一人物、それともその親友との有力な証拠はあるが、それは別の話なので割愛させてもらいます。ビットコインを持つことが通貨の実物単体を持ってるわけではありません。ビットコインはデジタル通貨だから単体はいりません。残高と取引を記載するバーチャル台帳だけが必要なのです。というわけで、ビットコインを持ってることは、関連的な実物単体を示すビットコインアドレスと、そのプライベートキーを持っていることを指します。ビットコインアドレスを使うそのバーチャル台帳は、共通のネットワークで採掘ソフトウェアにより、更新されます。そのネットワークは、ビットコインのネットワークです。ビットコインの台帳では、多数の取引はブロックという塊にまとめられて、前後のブロックと数学的につないで構成されています。だから、その台帳は、ブロックチェーンと呼ばれます。取引の一つ一つは、ブロックの採掘ソフトウェアに記されます。ビットコインが別のアドレスへ移ると、その取引は、他の最近の取引とともに、新しいブロックに記載され、そのブロックは、チェーンの最後に追加されます。各ブロックは、パオアルゴリズムで、当時の取引と、今までのブロックチェーンのハッシュで、タイムスタンプされます。こうして、ブロックチェーンは、詐取から守られます。誰でも現在のブロックを見ることができ、ブロックチェーンのハッシュで、数学的につながれていることが確認できます。ビットコインのソフトウェアは、オープンソースなので、誰でもアルゴリズムの働きを見ることができます。そして採掘ソフトウェアを動作する人は、ブロックチェーンを偽れません。こうして、ビットコインという安全で非集中的な決済システムが発明されました。すでに問題に気づいたかもしれません。アドレスとプライベートキーを持ってる人は誰であろうと、そのアドレスにアクセスできます。その2つの文字列は、たとえ用紙に書かれていても、後でパソコンからアクセスできます。ビットコインは政府とも個人とも関わっていない匿名性の通貨です。所有者も見分けられない通貨であるため、返金を求めても、盗まれても法的手段に訴えることはできません。したがって、自分の匿名のお金を管理するには、プライベートキーが絶対に漏れないよう、非常に厳しいパーソナルセキュリティが要求されます。2009年にビットコインネットワークは起動して動きは始めました。はじめに人々はビットコインをただの遊びのために交換しました。最初の商売は1万ビットコインでピザを2枚買いました。2010年、人気のテクノロジーサイトに載ったことから興味が少し高まって、ジェット・マケーレブは交換所のマトガックスを設立。同年、アメリカ外交公電のウィキリークス流出事件が起こりました。アメリカ政府の要請で、決済サービスは、ウィキリークスとの決済を断絶したので、ウィキリークスは、やむを得ずビットコインの寄付だけを受けるようになりました。ウィキリークス事件と同時に、サトシ・ナカモトは、ビットコインの掲示板から身を引いて、ネットから失踪しました。2011年には、シルクロードという闇市サイトが現れました。シルクロードはビットコインの匿名性を活用して麻薬や偽の身分証明書などの不正販売を行いました。この事件とともに認知度が高まったため、ビットコインは1ドルの為替で交換されるようになりました。その頃に中国人は国外へ金を持ち出すため、ビットコインを使うようになって中国でも人気が上がりました。中国の法律で人民元を国外へ移すのは少額だけに限られていて、中国の投資家は国外への投資は辛すぎる。ビットコインがなかったら
海外にある自分の子会社を訴えるとかの思い切った処置を取ります。同じく2011年、ジェッド・マケーレブはマトガックスをマルクカルプレスに売った。しかし売却後、マトガックスがすでに8万ビットコインもの金をハッカーに盗まれた事実をマケーレブ氏は告白しました。その後ビットコインは10ドルに上がり、カルプレス氏はドルが足らぬビットコインと一致することができなかった。それゆえ、カルプレス氏は交換のボット、ウィリーボットを作って損失を埋めるためか、偽の交換で人為的にビットコインの値段を釣り上げました。しかしその後も、マトガックスは繰り返して何度もハックされ、2013年11月、ウィリーボットの必死な操作によって、ビットコインは1000ドルを超えました。そしてついに2014年2月、マトガックスは閉鎖。合計で75万ビットコインが盗まれたと思われています。ビットコインの値段はクラッシュして徐々に価値を失い、2015年には最低の200ドルまで価格が下がりました。シルクロードも2015年で管理者が逮捕され、サイトは閉鎖しました。これでビットコインバブルは終わりを告げました。現状ではビットコインの価格を左右したいなら別にウィリーボットの操作はいりません。大量のビットコインを持ってる初期の使い手はいつでもそちらのビットコインを売り、価格をクラッシュさせることができます。ビットコインの 96% はビットコインアドレスの 4% にあります。字に係数で言えば、貧富の格差は北朝鮮よりひどいものでしょう。どの交換所にもそんな流動性を支えるわけがありません。そのビットコインを売り切ったら価格は小銭まで引き下がります。しかし、初期の使い手は、ビットコイン価格の上昇を見届けたら、人々はさらに、ビットコインに魅了され、もっと一般的に使われるようになることを望むので、そこまで売り切る動機はないと思われます。これは、銀行の詐欺と比べれば望ましい結末だと見られます。しかし、どうして、初期の使い手はそれだけのビットコインを持ってるのか、ビットコインの働き方を、さらに考察しましょう。最近の取引をビットコインネットワークへ流すと、採掘者はどの取引を次のブロックに含めたいかを選び、それを新ブロックにまとめて、パソコンのハッシュパワーを絞り、ブロックのハッシュを計算します。先にブロックのハッシュを見つけた採掘者は報酬を稼げます。その賞金も新ブロックに含み、ビットコインの鋳造インフレとなります。ビットコインのパオアルゴリズムは安全性はあるけど、エネルギーの資源がもったいない。ブロックを作るには、そのハッシュを計算することが必要です。ハッシュのアルゴリズムは、要するに、巨大なサイコロで数を当てるに等しいのです。1時間やって失敗すると、ブロックに関係なく1時間が無駄に終わるだけです。ネットワークの合計ハッシュパワーが増えると、ブロックが10分ごとに1ブロックが生成されるように、ビットコインのアルゴリズムはサイコロに面数を増やします。有意義な問題解決のない、難易度を人為的に調整するだけの宝くじに過ぎません。パオに外面的な価値があれば、採掘者は外部から影響されがちだと言われています。21万ブロックごとに報酬は半減します。2009年からのブロック報酬は50ビットコインでした。その時、ハイスペックのグラフィックスカードだけで1日に数千ビットコインを稼げました。どんどん採掘者が増えて難易度の上昇につれて自分でブロックを採掘することは辛くなりました。ブロックを自分で探る平均時間は数週間に、そして数ヶ月に上がりました。これを緩和するために採掘プールが作られました。採掘プールでは人々は協力してブロックのハッシュチェックをプールへ流して、ブロックが見つかるとそれぞれ流した分のハッシュパワーと暗分にブロック報酬を分配します。プールの管理者はその分配の一部から報酬をもらいます。ブロック報酬の上に取引をするたびに手数料がかかります。この手数料はあなたが採掘される速さを決めます。手数料を含めないとあなたの取引は採掘されないし、手数料が少なすぎると数時間、数日間も待つこともあります。採掘者は普通、自動的に手数料の大きさの順に
取引をブロックに含めます。2009年から2012年時点では、この手数料は0か0に近いものでした。しかし、ブロックサイズはただの 1MB に固定されているので、一つのブロックで取引の数は限定され、ビットコインのユーザーが増えるにつれ、手数料がどんどん上がってきました。今日、取引を当日程度のブロックに含めたかったら、手数料は$20。それ以上の料金も珍しくありません。もはや国際送金サービスのコスト的利点が失われました。小さいブロックサイズだから、ネットワークでは秒速3予件の取引しか処理できません。比べてみると、ビザのような決済サービスの処理秒速は約5、6000件です。ブロック報酬は2度も半減して、今の報酬は 12.5 ビットコインで、そして報酬が下がるにつれ、手数料はそれに比例して上がります。4年ごと半減の結果は、いずれ、ビットコインが2100万枚鋳造された後に、鋳造は停止し、採掘者は手数料だけで利益を得るようになります。ただしこれは、皆さんが、多分、すでに亡くなられた2140年に起こります。その時まで、ビットコインは鋳造されます。では、ビットコインはこれからインフレとなるのか、その反対になるのか、見解の相違はあるでしょう。2011年、どんなコンシューマーハードよりも、採掘アルゴリズムの解決に優れた ASIC という特殊な採掘チップが中国で製造し始めました。この展開によって、一般のパソコンで採掘することは無理になりました。採掘難易度の自動調整で ASIC を持たない人はもう追いつけなくなりました。現在、自分のパソコンで採掘しようとしたら、1ブロックを計算するまでの時間は一生がかかるほど長くなります。しかも ASIC があっても1ブロックを採掘するための光熱費はブロック報酬の価格を超えると無益になります。ビットコインネットワークのエネルギー消費量は小さい国のと同じです。取引1件あたりの消費量は一般家庭の1週間並みの光熱費に等しいのです。それで今のビットコイン採掘は値引きしたエネルギー費のあるほとんど中国の地域で行われます。ビットコインの理想は採掘濃度を全世界にばらまき、非集中を確保するデザインであったはずですが、PAO のアルゴリズムでは最も安いエネルギーがある地域に自然に集中することが明らかになりました。これで初期の使い手の金の豊富さの理由が分かったでしょう。ビットコインの目標は、個人が自分で採掘して通貨を鋳造するはずだったが、中国集中の採掘プールと ASIC によってのハッシュパワー独占は予想されませんでした。中国の採掘独占はビットコインの致命的な弱点となります。50% 以上の採掘ハッシュパワーを持つ者は残りのブロックチェーンを上書きすることができます。これは 51% アタックと呼ばれます。他の採掘されたブロックを否定することも同じ取引を数回使うこともできます。実はこんなアタックは 50% 以下のハッシュパワーでもやれます。25% のハッシュパワーでこのアタックは粘り強く行うことによって 50% の確率であなたのブロックチェーンは最長になり、主要なブロックチェーンとなります。50% のハッシュパワーで確実にそのブロックチェーンは主流になります。50% のハッシュパワーはすでに中国の ASIC 製造者に操られている4つの採掘プールの支配下にあります。この採掘プールは陰謀的に共同すると思われます。経済の視点から別に 51% アタックを行う動機はない。しかし、ビットコインが日本の公式通貨になったことを想像してください。その後、仮にはなぜか中国の採掘者が政府の後押しで日本の IP で流される取引を全部否定することを想像してください。取引は確認されないままで日本での使用者は崩壊されます。ビットコインを使うと中国の採掘者の思うツボにはまるのです。中国の採掘者はいろんな技術的技変でビットコインに関わるものを食い物にしています。
例えば一連の採掘者は ASIC ブーストというハッシュアルゴリズムの詐欺で取引のない空ブロックを採掘し、エネルギーの経費を削減し、そしてネットワーク全体も混雑させて手数料も釣り上げました。この詐欺は長い間密かにしていたので、詐欺がバレて発見されることが遅れ、エネルギー消費の有利さは採掘をさらに集中するという副作用を起こしました。臨時であったはずの 1MB ブロックサイズは中国の採掘利益のために手数料を高いまま持続して巻き上げるよう未だに小さいブロックサイズのままです。最近ブロックチェーンは 1MB と 2MB のブロックサイズ版にフォークされたはずのだが、結局何も起こりませんでした。これからのネットワークの進行とアップグレードについて、採掘者と使用者と開発者は互いに皆揉め続けます。これにより、8MB の固定ブロックサイズ以外、ビットコインと別に変わらないフォーク、ビットコインキャッシュのようなフォークが生み出されたのです。ビットコインの遅い取引を解決するには、ライトニングネットワークのような解決策が提案されています。ライトニングネットワークは、ブロックの新形式、セグウィット上に設置されます。セグウィットはあまり試されていない形式で、現ブロックより複雑な形式でバグが出やすいし、先にライトコインで試された時には、多数の重大なバグが現れました。中国の採掘者も、セグウィットを取り付けたくはありませんでした。それは、バグの危険性からではなく、ASIC ブーストの機能を故障させ利益がなくなるからです。とにかく、ライトニングネットワークで、ビットコインを素早いハブのチェーンに入れ、そこから取引をします。送金されたい人と特別のチャンネルを開き、ビットコインは、主なチェーンからハブへ移ります。ビットコインは、各ハブを通過するには、あらかじめ各ハブにその数だけのビットコインがあることは必要です。そのために他人のビットコインを貸し借りして資源として使います。貸し借りの負担を軽減するには大勢の人に参加する必要があります。貸し借りも取引も最後に決済すると、チャンネルは閉じて、ビットコインをライトニングから主な遅いチェーンへ下ろす必要がある。ややこしい仕組みだから、未来の動画で解説してみるが、とにかく非常に不合理で馬鹿げた思いつきだと思う。最初からもっとマシな仮想通貨が使えます。ビットコインと似た仮想通貨はいろいろ開発され、その多くは機能には優れているが、それぞれ弱点も伴います。第2の仮想通貨はライトコインと呼ばれ、新アルゴリズム以外はビットコインとほぼ同じです。ASIC 対策として作られたけど、ライトコイン採掘の ASIC もすぐに作られました。採掘の速さはビットコインより速く、手数料の方も安いです。ダッシュ、モネロ、Z キャッシュなど、どれも特別の匿名アルゴリズムでブロックを作り、ブロックチェーンで人の蘇生をさらに隠す、匿名性に優れた仮想通貨もあります。今日の闇市サイトでよく使われます。パオアルゴリズムとして素数を計算する通貨も、タンパク質フォールディングを計算するものもありました。しかしフォールディングはパオと違って計算するも確認されるも CPU に負担は重いので、アルゴリズムは非常に遅い。確認の分を省く通貨はあったけど、やはり採掘者は偽データを送り、結局フォールディングの結果は台無しに済んだ。そもそもデータを集中サーバーに送りましたけど、通貨の持ってる数が多ければ多いほど、その人はそれほど全体の期間を保存する動機も大きい。その理論をベースに、あるコインは、POS というアルゴリズムを採用することもあります。例えば、イーサリアムの通貨は次のような POS アルゴリズムの一種を使う予定です。それは、自分の通貨を担保として差し出し、アルゴリズムは、ランダム的に担保したユーザーを選び、そのユーザーをブロックの些細なハッシュ計算をします。担保が多いほどブロックを作る確率が多められ、ブロック報酬の利益もそれなりに得ます。それから、皆はその人の追記されたブロックチェーンを引き継ぎます。でも、大方のユーザーはブロックと食い違いがあったら、例えば、ブロックを改造しようとした場合、そのブロックは、ブロックチェーンに含まれないまま、
孤児ブロックとなり、担保は無用になってしまいます。孤児ブロックは、ビットコインにもよくある。例えば、採掘者はブロックを同時に見つかった時、遅い方が孤児ブロックになってしまいます。だから、ビットコインの取引は、数回の確認を待つ必要があります。ポスアルゴリズムは止められない宝くじの競争より、環境や資源にはるかに優しい。後で説明する。EOS もポスの一種を使います。ジェット・マケーレブを設立したリップル会社は、また別の通貨を作りました。リップルは、今の国際決済サービス、SWIFT にとって変わるため、早いデータベース決済を開発して、国内銀行は、ある程度の行為で引き受けています。その上に FX 為替をもっと安くするための仮想通貨 XRP も開発していたが、その台帳は公共に見えるブロックチェーンで動くので、銀行はやっぱり拒否。それでも、銀行との関連があるので、登記する人はたくさんいます。XRP は銀行によって操られ、口座の停止や没収が可能なので、仮想通貨サークルの嫌悪感は少なくない。リップルが SWIFT を引き継ぐのは悪くないだろうが、XRP には未来が見えません。2013年、マケーレブ氏はリップルを突然退職して、自分の XRP を全部売り出そうとしていました。リップルは即応して、マケーレブ氏の口座を停止しました。ブロックチェーンから離れたまた別の技術を使うデジタル通貨が開発されました。電子デバイスをつなぐために作った IOTA という通貨は、ブロックチェーンではなく、有効批准解グラフの記入を使います。問題は、特に理由もなく、普通のコンピューターが使う2進法コードを使わず、3進法コードを使うので、特別ハードが要求されるから、莫大な投資がなければ実行できないという点です。3進法コードに対応するや新しい暗号的ハッシュアルゴリズムも必要でした。これのセキュリティ危険は高い。暗号理論サークルでは、自分のアルゴリズムを絶対仕立てるな、の一言はよく言われます。歴史的に、これをやった仮想通貨は大惨事に終わりました。数ヶ月前、研究者は、IOTA に致命的な安全バグを発見したが、IOTA 開発者は、わざと入れたと言い返しバグを直しました。俺の目にはどうにも怪しいな。電子デバイスは、IOTA を使うたびに、前の2つの記入を数時間かけて確認する必要があるから、パワー消費は携帯デバイスに全然ふさわしくありません。取引のスピードも、ライトニングネットワークのように、使用者の数が多いほど、速くなるが、これはあくまでも皆が使っている場合です。最近IOTAの値段は打ち上げられたがこれは電子デバイスに関係なく会社とのデータマイニングの市場が発表されたからです。IOTAのようなコインはインチキ臭い、セールストークと空理空論に基づいています。基礎がわからなければ鋭い人も騙されることがあります。このように騙された一人はビタリック・ブチェリンでした。ブチェリン氏はビットコインに興味を持って2013年、そのハッシュアルゴリズムを打ち破るために、普通のコンピューターで量子コンピュータを再現できるとのインチキに騙され、その開発の資金を集めようとしていました。普通のコンピュータでデータはビットで扱われ、ビットの可能な表現は0と1の2通りの状態。でも、量子コンピュータのビットでは0と1を同時に表現できる。こんなコンピュータを作るには完全に違う論理回路の開発もビットを完全に物理のエネルギーから分離できる仕様も必要です。この仕様を現代のコンピュータである程度疑似的なエミュレーションは行えるが再現までするとは数学的にも物理的にも完全にありえない。無理だとようやく気づいたプチェリン氏は、今までより最も面白い仮想通貨、イーサリアムの開発を始めました。イーサリアムのテーマは、非集中コンピューターです。2014年に6週間を通した ICO というセールで、初ブロックの60ミリオンイーサを売りました。当時は、
ビットコインの価格は400から600ドルのスランプ中に、イーサ1つの価格は30セント並みのビットコインでした。また12ミリオンのイーサは、開発者の積み立てです。2015年にイーサリアムのネットワークは起動し、採掘が始まった。イーサリアムは、ブロックチェーンの台帳を使い、PAOアルゴリズムで安全され、取引をすると、ガスという手数料を採掘者に支払います。そして、中国の採掘者に独占されています。これは皆ビットコインと同じ点。ビットコインとイーサリアムの主なデザイン変更は、イーサリアムの各ブロックは、プログラミングの命令が入り、通貨上では簡単なプログラムを実行できます。仮想通貨は、スマート契約を動かせるようになりました。スマート契約は90年代、ニック・サボに発案された、特に無政府資本主義のサークルで流行る考案です。法律の契約のように、相対する当事者の合意で決めた条件が満たされ、実行される取引です。しかし、スマート契約は人間ではなく、コンピューターによって実行されます。法律の契約は、曖昧さを制約するよう、とても精密な文句で書かれています。理論的には、契約の条件に確信があれば、コンピューターで自動的に行った方が人間より信頼されます。こんな契約は、関連データは全部コンピューター内に保存されていると活用できます。例えば、当たり前の仕様を考えてみれば、オンラインカジノはその一つです。オンラインカジノは米国で、ほとんど禁止されているから、イーサリアムでギャンブルするサイトは多く現れました。明確に読めるオープンソースのプログラムで確率の計算は働くので、人間が悪事をしないことに信頼することはいらず、勝利の確率も普通のカジノより上なのだから、イーサリアムを使うオンラインカジノはとても人気です。イーサリアムのブロックに含まれているコードはこれ、EVM というチューリング完全な言語です。これを使ってプログラミングしたい人はないだろう。アセンブリ言語のように EVM にコンパイルできるプログラミング言語が必要です。普通のプログラムは C とかの言語で書き、これはコンピュータが読めるインテルか AMD のアセンブリ言語にコンパイルする。しかし、イーサリアムの開発者は既存の言語で EVM にコンパイルする代わりに JavaScript と似てる全く新しいプログラミング言語のSolidityを作りました。JavaScript は Web アプリ開発で最も広く使われる言語なので、新プログラマーがもっと慣れ親しむように作られました。しかし、JavaScript は言語としての評価は非常に悪く、わざとこれと似てる言語なので、いくつかの変なデザインミスや手落ちが入ってしまい、Solidity の気癖を知らないと、契約に致命的なバグが入ってしまった事件は山ほどありました。この中で特に悪名高い事件は DAO の事件です。DAO はベンチャーキャピタルの媒体として作られたスマート契約でした。イーサの投資を DAO の株に変換して DAO の株主として非集中の計画とその管理に投票できる仕組みでした。上位に投票された計画は株主のイーサを受け、次第にその計画の実現益を投資した株主に分けます。ブチェリンたちイーサリアムの開発者を含め、多くの人はこの考えに興味があって、1万人以上の人は DAO に投資し、イーサの 15% は DAO にありました。当時のイーサ価格は10ドルなので、これは150ミリオンドルでした。DAO は止められない、コードやコードは絶対などのスローガンと広告されました。糞にもソリディティの悪いデザインで、DAO 契約のコードはバグだらけで、DAO からイーサを何度も引き出す。特に致命的な再起バグがありました。人々はあらかじめこのバグを発見したが、奇妙なことに DAO の開発者は、警告を無視して DAO を起動しました。もちろん、すぐに DAO からイーサが盗まれた。だが都合よく DAO の仕様で盗まれたイーサが使われる前に2週間に契約アドレスに固定してしまっておきました。ブチェリン氏に率いられたイーサリアムの開発者は緊急対策で盗まれたイーサを契約アドレスから皆に返す違うブロックチェーンに移すフォークに決めました。
この決断は、多くの哲学的な論争を招きました。スマート契約のコードは不変なはずでした。犯人はただ、書かれているまま契約の命令を使ったから、盗まれた。イーサはそのままにしておいて、バグの警告を無視した。DAO 開発者は責任を負うべきだと言われました。ブロックチェーン自体をフォークするなんて、返済するためのルール違反だと思われました。盗まれた。イーサは契約アドレスにしまわなかったら、犯人のアドレスに移ったら彼はすぐに取引をした場合は、ブロックチェーン全体に影響してしまいます。フォークの決断は、数時間のアドホック投票に決まりました。イーサ一つは1票となりました。イーサリアム開発者は大量のイーサを持っていたから、たやすく投票の結果を左右することができました。ビュチェリン氏は、自分の投資したイーサを取り戻すため、フォークを駆り立てたことは、人々に非難されました。それによって、人々は、政府の銀行救済を思い出しました。非公式投票では、大部分の採掘者はフォークに反対された、利益の邪魔になるだと思いました。しかし、イーサリアムの開発者は、フォークのブロックチェーンに集中したから、犯人以外に役に立つフォークだと認められ、結局フォークしたブロックチェーンを使うことになりました。元のフォークは今、イーサリアムクラシックとして残っています。DAO の事件は、スマート契約に異常が発生するとき、人間の介入が必要だと判明されました。でも、どこまで人間の介入が許されうるか？事実上、投資から利益を受けるには、DAO のような機関はいりませんでした。これは2017年5月に判明されました。少しスマート契約の課題に戻りましょう。スマート契約にインプットを必要とするデータは、コンピュータ内に保存されない場合は、どうやって解決しますか？イベントの発生確率にお金をかけて予測する予測市場を使うことが提案されました。経済的な動機を利用して、集団的知性でありそうな結果を測るという理論です。確かに予測市場に正確さはあるけど、誤算のこともあります。参加者は収賄もあり、知性不足もあります。例えば、予測市場は、ブレグジットの脱退や、トランプ大統領の当選などは、群衆の予測は、現実の結果と間違っていました。それでも、予測市場は、大体、当たることがあります。しかし、政府は、こんな市場は、ギャンブルとして扱って、規制しています。例えば、米国では、予測市場の許可は、政治の行事を予測することに限ります。つまり、規制を回避できる非集中の予測市場は、イーサリアムの適当な使い道です。オーグルの ICO は、イーサリアム上、初めてのアイコとして、非集中の予測市場に投資することができました。この ICO は2週間を通して、イーサか、ビットコインを投資でき、イーサリアムの ICO と同じようなパターンを繰り返しました。そのイーサか、ビットコインで、オーグルの ARK20 トークンを買いました。ARK20 種のトークンとは、株よりも未来の期間に利用可能な通貨なので、イーサリアム上の期間の計画に、それぞれ特定 ARK20 トークンがあります。このトークンはイーサの取引に入って、イーサと共にトークンも取引できます。ICO は株の IPO と違って、実はもっとエンジェル投資家の高リスク投資と比較するべきなのです。株の IPO では、計画はもう実行中なので会社がすでに設立され、ベンチャーキャピタルの投資家は IPO 時の株の最低価格よりも数倍安い値段で株を買うことができて、利益もそれほど大きい。というわけで、いろいろな開発者は、こうして ICO で自分のイーサリアム計画のために自分の ARK20 を売り続けました。非集中のソフトに投資して、多分ある日、収益を得る約束の期待していました。ICO は数日間と数週間と続いて、開発者は 10% ぐらいを積立資金として取っておき、計画の提供のために積み立てを徐々に売りました。でもある日、すべてを転覆する ICO、ノーシスが現れた。2017年5月、
ノーシスの ICO が発表。オーグルと別に変わらなかった予想市場の計画でした。しかし、ICO のアーク20の売り方は一味違いました。ノーシスはダッチオークションをしました。ダッチオークションでは、物品は高い値段から始め、オークションが続くと価格がどんどん下がっていきます。ノーシスでは、初めの仕入れ価格は 32.5 ドルで、数週間を通し下がる見込みでした。しかも、トークンを早く売り切るほど、ノーシス開発者は備えたトークンをそれほど積み立てます。理論的には、投資家の合理性に訴え、買いたい値段に下がるまで待つことを促進すると、開発者は言いました。トークンはすぐに売り切れた場合、ノーシス開発者はトークンの 96% を積み立て、それを1年中スマート契約にロックし、各トークンの時価は低くなってしまいます。理性的な市場ですぐに売り切れた場合は、投資の 96% をすぐに失ってしまい、トークンは時価1ドル30セントに終わってしまいます。実際に ICO は15分で終わりました。トークンは全部最高価格で売り切れました。これを目撃して俺はまさに驚愕。その後、ノーシスのトークンは交換所の市場で売り始めました。ICO の価格より2倍、3倍、その上の価格で転売しました。ICO に参加できる時間が少なくて、ロックした積み立てが多かったから、トークンのその間の短期値段は大きかったらしいです。一攫千金で一儲けした投資家は、行動経済の心理が見事に利用しました。間もなく5月の ICO ブームが始まった。非集中の ICO 計画は、期間限定や供給限定で次々と出現しました。おしゃれなウェブサイトで面白そうな非集中計画を記述することだけで成功を収めました。5月と6月中、こんな ICO は山ほど現れ、ノーシスのように、これに投資された人が短期間で一儲けしたことは少なくなかった。ICO ブームの先行で仮想通貨市場の火蓋を落としました。イーサリアムの需要は一瞬で爆発しました。イーサリアムは5月初頭の70ドルから6月の400ドルまで伸びました。プログラムコードもない単純な ICO は数億円並みのイーサを受けました。イーサリアムの弱点もここで明らかになってきました。人気な ICO 中、イーサリアムのネットワークはひどく混雑して、ガスの手数料は高すぎになってきました。限定期間内 ICO に参加できる、要数千ドルのガス手数料を支払ったものもあります。その人気な ICO が終わった後、数時間、数日間もイーサリアムは混雑のままとどまりました。俺は、ガス手数料を低くしたことで採掘されるまで2週間待たされたこともありました。仮想通貨とスマート契約は集中的に統制する市場でできなかったことを可能にすると人は分かり始めたようです。通常、資格を持っている人、つまりすでにミリオネアである人だけにこんなエンジェル投資は許されるわけです。億万長者とは教養のある人だと政府は言い張っています。でもこれは違います。バンコル計画を例えにしましょうか。この計画の使いどころとは、認知の低いダ作なアーク20をバンコルのトークンに、代わりにトークンの流動性を人工的に作るのです。バンコル契約で、作者は取引を停止させ、没収してトークンを破壊することもできます。これで、バンコル開発者は、集中的にやりたい放題です。しかし、有名のベンチャー投資家、ティム・ドレーパーはこれに投資したから、彼がブロックチェーンの目的がわからないことは明らかなのです。バンコルの ICO でより価格の利益を受けたこともないので、仮想通貨サークルも気に食わないと思われます。研究によると、大家の 70% は2世までに、90% は3世までに富を失います。お金持ちが世代にわたり自分のお金を持ち続けるのは困難らしい。では、どうして富豪は教養の投資家と扱われていますか？ベンチャーの世界は ICO と同じく詐欺や失敗だらけです。政府は本当に貧乏な人を守ろうとしたら、全国宝くじの切符売りも禁止するでしょう。
それは株式市場よりはるかに当たる勝率が絶望的です。政府は宝くじから莫大な税を徴収しますけどね。本当は政府のかこつけです。5月と6月、全部の仮想通貨の値段は急上昇しました。そして、ビットコインは別の仮想通貨に初めて越されそうでした。イーサリアムの時価総額は、ビットコインをしのぐかに見えたが、結局それを果たせなかった。イーサリアムと同時にビットコインも売りまくりました。この上昇をきっかけに、青2歳のイーサリアムに負けたくないように、ビットコイン開発は、長年の停滞から抜け出し、ブロックサイズ解決として、セグウィットの形式をついに取り付け始めました。マトガックスの時の間、コンビニでのビットコイン用 ATM 設置とか、ビットコインをリアル市場にも、オンライン市場にも採用しようとする試みはいろいろあったが、結局いろいろな理由で失敗に終わりました。ビットコインを実際に受けた市場は2016年末まで、ほとんど止めました。通貨として、イーサリアムは、ビットコインより明らかに優れています。しかし、ビットコインの価格上昇は、マトガックスのウィリーボットのように扱われています。香港を拠点としている、このビットフィネクスの交換所を考慮に入れてください。世界のビットコイン交換量の 10% を司る、最大のビットコイン交換所です。しかし、不審な行動の歴史があります。2016年に12万ビットコインがハックして盗まれ、損の埋め合わせ対策として、顧客の残高を 36% 没収して、借用証トークン BFX に代わりに発行しました。それ以来、BFX は全てを払い戻したから、もう存在しません。これに応じて、米国の銀行、ウェルスファルゴは、ビットフィネクス社とのビジネス関係を断ち切ったから、ビットフィネクスで US ドルでの交換はできなくなり、今はビットフィネクス上、テザー社作りの USDT という集中のブロックチェーンを使い、US ドルの疑似的な交換を行います。台湾の銀行にあるテザー社の所持金は USDT の担保だと言われています。テザー社の代理人の怪しい主張が2つあります。まず、所持金を手に入れた時だけに USDT を合わせて作るということ。そして USDT を現金化するには台湾内で行わなければならないということ。この所持金の存在も現金化が一度たりとも行われたことも証拠はありません。テザー社は第三者の独立監査は数回約束したが今まで監査はありませんでした。でも USDT の利用規約にはユーザーに現金化する権利は全く与えないと書かれているから、通貨として USDT は完全に無用です。USDT の鋳造とビットコイン価格の変動には明らかな相互関係はあります。この変動は別の交換所にも影響を及ぼします。本当はいつも USDT の鋳造とともに、その直後ビットフィネクスでのビットコイン価格は急上昇して、あとは別の交換所で最低取引があって、そこの価格も急上昇します。実際にはビットフィネクス社自体は別の交換所で最低取引を活用するでしょう。テザー社はビットフィネクス社との関係は全くないだと言いましたが、11月に漏れたパラダイス文書でテザー社とビットフィネクス社の管理人は同一人物との事実は大暴露。こうしてビットコインの価格は扱われています。イーサリアムの大成功とセグウィットのような開発発表の好都合でビットフィネクス社に USDT でビットコイン価格をテこ入れする絶好機を与えました。USDT の扱いでドルとビットコインの一致の必要はなくなった。これはマトガックスのウィリーボットより効果的でしょう。最近中国内の最大の交換所 OK コインとフォービもウィリーボットのような扱いの容疑がありました。俗人に聞くと、この活動はただの金融犯罪に過ぎません。でも、もっと広い目で見てみましょう。自分を専門家と名乗る人は、ビットコインのような仮想通貨に担保の保証はないから価値はないと言っています。
しかし、ビットコインの利用価値はすでに証明されています。経済は、ハイパーインフレされた、崩壊された国、例えば、ギリシャやキプロス、南アメリカやアフリカの国。政府は国債を埋める対策として、自分の国民の銀行残高を 30% くらい強制没収した時に、ビットコインへ逃げた国民は多いのです。なんか思い当たる節はありませんか？ 2016 年、ビットフィネクス社は同じ没収の行動を取りました。でも、別の仮想通貨へも逃げたでしょう。問題は、当時の採用と交換料だけです。当時の仮想通貨はまだ試作のままだったり、存在しなかったり、採用はありませんでした。最近は、自分の経済が崩壊されかけた時、ビットコインよりイーサリアムを採掘する方が利益的でしょう。とにかく、ビットコインの価格は上昇して自分の利益にするため、哀れな国の経済崩壊を祈ることはいけません。もっと段階的な変動を願いましょう。でも、こんな変動はビットコインでは到底できないと思います。US ドルにどんな担保はありますか？金本位制でも何の優待資産でもない。ニクソン大統領は70年代に US ドルの金本位制を廃止しました。その代わりに、ドルには米国政府の十分な信頼と信用が担保だと書かれています。しかし、理由は何であれ、仮想通貨はドルより価値に値するアメリカ人は少なくありません。我々の通貨には固有の価値はありません。通貨の価値は人々の団体は共同で使われているから生まれます。USDT の使う交換所は皆、ドルの交換も引き出しもできません。この交換所では仮想通貨だけ取引します。普通の銀行機関なら、規制者はテザー社の USDT をいつでも銀行から没収できるのだが、USDT は暗号法のプライベートキーで守られているブロックチェーンにあり、ある独立団体に安全に管理されています。プライベートキーが盗まれたら、それは唯一の没収方法です。実は USDT のブロックチェーンはビットコインのブロック上にトークンを作れるオムニから生まれてきました。これはイーサリアムとアーク20と似ています。USDT はビットコインのブロックを使います。そして USDT の鋳造も取引もそれを処理したビットコインのブロックの手数料がかかります。ドルの担保があるというより、むしろビットコインのネットワークは USDT の担保となります。USDT の操作が続くほどビットコインの価格はさらに上昇するでしょう。USDT のブロックチェーンは心理的に働きますから、テザー社はそれを担保するドルを持ってるかどうかは全く関心がありません。USDT をビットコインだけに現金化するので、それをドルに現金化する負担は銀行機関を使う別の交換所に渡します。集中の銀行機関から締め出されたビットフィネクス社が使うやむを得ず当座しのぎの手段だと見られます。US ドルの原則は同じです。我々の住む社会は暴力と軍事力の独占する政府に支配されています。この暴力でどれだけ自分の国民も別の国も脅迫できるか、その心理効果は通貨の担保としていわゆる十分な信頼と信用となります。この脅迫は国債の下に潰されることを防止します。政府の力は通貨に根付いています。70年代、金本位制廃止とともに、銀行の取引を政府に報告する法律は、ニクソン大統領が署名して成立させたことで、世界規模の個人金融資産の監視と支配が勃発してしまいました。銀行は国民の金を支配して、いつでも許可なしで資産を凍結したり没収したり、所有権を無視して財産を強奪します。一方、政府は財閥との縁故資本主義に基づいた馬鹿げた政策や法律を作ったり、国民への責任を完全に放棄しています。独裁国家ではなくても、集中した部分準備銀行制度でこれを可能にします。
国債を埋めるために金を無から生じる政府とそれに付属した銀行は、マトガックスやビットフィネクスの操縦者も同然、もしくは、規模がより莫大だから、それ以下なのです。いずれにせよ、生まれて押し込まれた、大きな詐欺と不正に支持されている、この経済は耐え難い。どうやって脱出できるか？やり直してみるしかないでしょ。7月、ICO のおかげで、日本のお店でビットコインを認め始めました。容易に盗まれる、扱われる弱点だらけ、一般の通貨としてふさわしくないビットコインが、こうして好きな日本に広く採用されることを観察して、俺は気が動転しました。ビットコインを所持する危険性は大きいです。イーサリアムのスマート契約の成功がビットコインの価格を上げたことに気づかなければなりません。ビットコインを所持する日本人は皆、日本円の経済をビットコインに変えることを願っているというは考えにくい。ただ、価格の上昇を待って、後で円を儲けるために所持しているだけです。今のビットコインは、金銭欲に屈服するための道具だと思います。ビットコインの投機や操作はいつまで続くのでしょうか。仮想通貨で銀行と政府の信用に頼ることはいりません。こんな団体は責任も透明性も民主主義も保証できません。人間を勝手に操っている台帳の代わりに暗号法で安全されているオープンソースのソフトウェアで期間外で自分たちの経済を築きましょう。未来を変えるには自分が育てられてきた社会的の心理条件から逃れ、経済、お金、価値観をすべて定義し直さねばなりません。まさに、ブロックチェーンは宇宙人の経済に思えるほど今までに見たことのない根本的に変わった技術です。50年内に我々の経済は見る影も残らないと思います。今の社会が必要する経済の変化は非集中から始まります。あいにくだが民衆は今の堕落した経済へは無関心です。広く使われていない限定の利用価値があるビットコインでは政府の威圧を乗り越えません。その手段では確かな利益を作れません。ブロックチェーンで経済を揺るがすには通貨以外としての使用は必要です。決済サービスよりもっと利益のある業界を生み出す必要があります。協力と貢献を奨励するブロックチェーンが必要です。ソフトウェアのプログラマー、ダン・ラリマーを紹介しましょう。ラリマーさんは、リバタリアニズム、オーストリア学派、暴力の独占などを自習するうちに、キリスト教から解放され、自分の父と妻との仲間割れが始まりました。やがて妻と離婚して、扶養料を決めるため、両方は、教会の仲裁裁判所を使うことに決めました。仲裁者は、ラリマーさんに莫大な扶養料を払わせたが、妻が、ラリマーさんから近い距離に引っ越さないと親権を、ラリマーさんに与えることに決めました。妻は、引っ越しの条件を嫌がって、政府の裁判所に訴えました。政府の裁判所は扶養料をそのまま持続させながら、勝手に親権を妻に渡しました。このひどい経験は、政府の力を転覆する方法を考えさせました。こうして、ラリマーさんは、ビットコインと仮想通貨の世界に巻き込まれました。悲しい物語だが、強い関連的な動機があることを知って、俺は何か少し安心します。彼は2009年からビットコインと関わりました。ビットコイン信者は、ビットコインを代理の通貨として宣伝した時、彼が初めて、ビットコインを非集中の自律的な会社と記述しました。ビットコインは内密送金を得意とする会社なので、ビットコインを買うと、ビットコインの社員から、つまり採掘者から株を買い取ることに等しい、だとラリマーさんは言いました。この仮想通貨の見方は俺も賛成します。仮想通貨はほとんど、まるで匿名のペーパルのような、非
非集中の送金会社だと思われます。今までにそのビジネスモデルは全部同じで、それでビットコインと共に上昇する理由がわかります。スマート契約と ICO のユニークな構造でこのモデルから分離したイーサリアムはビットコイン価格の影響から独立しました。ビットコインの交換所が政府に閉鎖される恐れがあった当時にラリマーさんは非集中の交換所を作りたかったのです。これに2年半かかって2013年に開発が終わったのはビットシェアズです。ビットシェアズの交換所では配当を受けたり仮想通貨をビット USD とかのバーチャル法定貨幣に交換したりできます。このバーチャル通貨はビットシェアズが担保となります。仕組みは複雑だから解説をスキップさせてもらいます。結局ビットコインの交換所は閉鎖しなかった後にラリマーさんはビットシェアズのそれからの成り行きに関して他の開発者と意見の相違が発生してビットシェアズから離脱しました。その後ラリマーさんはスマート契約を含む汎用のブロックチェーンを考慮しました。この施策としてスチーミットというブログのプラットフォームを作りました。スチーミットとは一般のブログサイトでブログを投稿して他人のユーザーからライクの投票によって価値のあるトークンがもらえます。初めて登録するときにもトークンがもらえます。一般のアピールはあまりなく、記事は多く仮想通貨やリバタリアニズムに関するのですが、それに興味があるとアピールすれば、一般のブログ記事で金を儲けることも可能です。世界中の貧困地域の民も第三者の広告に頼らなくても自分のブログ記事をスチーミットに投稿してかなりの儲けを収めたことは多々ありました。面白いことや利益のあることのために人々は自分の富を他人に分け合うことが明確です。これを見たラリマーさんはスチーミットに満足して退職して最大の計画汎用のブロックチェーン EOS の開発を始めました。EOS とそれを使うアプリを開発するためにブロックワンという会社を設立しました。EOS のテーマはオペレーティングシステムだから OS の文字はあります。すなわちブロックチェーンの OS です。今までにはブロックチェーンを作るにはとても複雑な技術のノウハウが要求されたが EOS は誰でも EOS のネットワーク上で自分のブロックチェーンをすぐに動かせます。ブロックチェーンのユーザビリティの問題を解決するが EOS の目的です。誰でも使えるようよく使われるブロックチェーン構造とスマート契約の頼もしいテンプレが含まれています。EOS とは何を表すのですか？特に何の意味もないので、当時語の意味は自分で決めてください。ある人はエンタープライズオペレーティングシステムを好みます。個人的に言えば、エブリワンズ、オープンソサイエティが好きです。夜明けの女神の名前も EOS です。EOS は1年間を通した ICO で ARC20 として発売されています。でもこれに惑わないでください。イーサリアムのネットワークには関係ありません。ICO は終わったら ARC20 は本物のトークンに変わります。どうやってこれにするか、そして ICO の使い方は次の動画で解説してあげます。ビットシェアズとスチーミットの共通点はブロックチェーンの安全にする方法です。先ほどパオとポスのシステムについて語りました。ラリマーさんのブロックチェーンは EOS を含み DPoS を使います。ではその働きを解説しましょう。世界中に DPoS のブロックを管理する20連のブロックプロデューサーがいます。こちらはユーザーによって占拠されます。ビットコインとイーサリアムを支配する数少ない採掘プールよりずっと非集中です。スチーミットの投票を例えにしましょう。こちらはスチーミットのブロックプロデューサーの人です。投票はトークンの数によって加重されます。トークンは広範囲に分布されるため EOS の ICO は1年を通して行われます。これは効果的な DPoS を保証するためです。皆に参加するチャンスを与えることは大事なのです。ブロックは21個ずつ作られます。予備プロデューサーも50から100人います。
20人の主なプロデューサーは、それぞれのブロックを作った時、予備プロデューサーの一人が選ばれます。投票が多いほど、予備ブロックに選ばれる可能性が高いのです。主なブロックプロデューサーは、なぜかブロックを作れなくなった時、それと、ユーザーに何かの障害を負わせようとする時、ユーザーの投票で次の予備プロデューサーと交代することになります。ビットコインとイーサリアムの争いから見て取れるように人間の意思を確かめることはブロックチェーンと共有の問題です。何が改善か障害かは定義する問題があるでしょう。EOS は初めて憲法という規定を持つブロックチェーンとなります。各ブロックは憲法のハッシュでサインされます。この憲法はプロデューサーとユーザーはどうやって行動するべきかを指針となる。例えば、プロデューサーは、ブロックチェーンを、個人の利益のために改造したり操作したりはいけません、などです。これは、EOS が、心のある、ブロックチェーンと呼ばれる理由です。ある有名な映画で、頭と手をつなぐものは、心でなければならないと書かれたのと同様です。ブロックプロデューサーは、悪さをするスマート契約や口座を停止できます。これをするには、プロデューサー21連のうち17連の総意が必要です。EOS のソフトウェアをアップグレードするのもこの総意が必要です。利益相反を回避するために EOS を開発するブロック1はブロックプロデューサーとして働きません。ICO が終わるとブロックチェーンを起動させる責任はユーザーが負います。これもビットシェアズとスチーミットの起動と同じです。これが EOS の利用規約に ICO のトークンに未来の価値は保証しないと書かれているわけです。厳密に言えば誰も EOS を起動しない可能性もあります。しかし現実的に考えれば数ビリオンのドルが ICO に投資された事実で起動させない可能性はゼロです。テストのネットワークはすでに起動させ、多いの人は EOS の試作ブロックチェーンを試しています。どのブロックチェーンが多く使われているかを見たら、取引秒速の数千件を誇るビットシェアズとスチーミットは他のブロックチェーンとはっきりとした差があります。でもどうして他のブロックチェーンよりそんなに速いのでしょうか。DPoS は一つの理由です。でもいろんな複雑な構成もあるからここで要約しようと思います。ほとんどのブロックチェーンはブロックを順次に処理して取引をするたびにチェーンの状態をロックします。過去の状態のハッシュを全部保存していつでも確認できるようにします。イーサリアムでは取引をするたびにグローバルの状態ハッシュを拡張する必要があります。でも実はほとんどのアプリには状態をロックする必要はありません。EOS のアプリはすべて自分のスレで動き、自分のデータベースを持ち、アプリ自体の状態とハッシュを保存して、必要な時だけに EOS の主なブロックチェーンにシンクロします。イーサリアムと違って、EOS は状態をロックする必要があるかないかのメッセージを区別できます。これで、ネットワークに負担もなく、アプリは自主的な動作が可能なのでパラレリズムを特徴とし、必要であれば、アプリの間の相互通信も可能です。イーサリアムでは、各アプリの各取引は全チェーンに影響を与え、処理速度を落とします。シュレーディンガーの猫のように、物事の状態はいつでも変換されます。状態を確かめるときだけわかる必要があります。MMORPG のゲームを考えてください。ゲームの状態は毎秒、プレイヤーごとにシンクロするとパフォーマンスは遅すぎるでしょう。その代わりに、別々のエリアにイベントが発生し、プレイヤーのインプットの順序によって、バトル等の結果は決定論的に判断されます。イーサリアムの人は、シャーディングという技術を開発しています。シャーディングで取引のある部分を処理して、後で認証します。こうすると、アプリの取引は全ネットワークの速度に影響を与えません。部分的に取引を集合してロックしても、別の取引のグループに影響を与えません。
EOS ととても似てるでしょう。どうやってイーサリアムのブロックチェーンを壊さずにこれを実施するかは4から5年にかかりそうだと言われています。シャーディングが正常に動くかどうかを待つ必要はありません。EOS はすでにアプリごとに取引の個別メッセージを集合的に集めます。EOS に手数料はありません。手数料は一般の使用に逆効果です。手数料の代わりにブロックの報酬は自動的にブロックプロデューサーに払われ、こうして最大のインフレが1年に 5% となります。このインフレはユーザーの投票によって下げられます。ブロックプロデューサーは利益を使って EOS のサーバーを維持することができます。広く使われている EOS のブロックチェーンを動かせるには大きいデータセンターも要求されるでしょう。大きいサーバーファームでブロックを管理することは至難ではありません。サトシ・ナカモトもビットコインを広く採用するためにデータセンターが必要だという事実に気づきました。しかし、彼は ASIC と採掘プールはすべて中国に集中する恐れは予想しませんでした。ラリマーさんは POS のアルゴリズムを使って電気や資源を消費して規模の経済に集中することを回避しました。イーサリアムは数少ない採掘プールに支配されていることがもうわかり、そのありかと IP アドレスもわかっています。十分な刺激があれば政府に占められるでしょう。その場合、もっと弱いプロデューサーと変わるのだが、通貨の価値は墜落、ハッシュパワーの不足でネットワークは長い間、麻痺してしまいます。DPoS のアルゴリズムならば、ブロックプロデューサーは多く、予備プロデューサーに防衛され、平等に加重されます。手数料の代わりに、トークンはタイムシェアのような所有権があります。EOS のネットワークが全容量動くと、持っているトークンの割合は、その分のネットワーク使用ができます。例えば、EOS の全トークンの 1% を持ってロックすると、あなたは、ブロックの 1% の容量を使用する権利があり、そのトークンで投票する権利もあります。スチーミットにも、同類のことがあって、ロックされたトークンは、スチームパワーと呼ばれ、トークンの利息も得ます。結局、EOS は何に使うのでしょうか。人は長い間、ブロックチェーンのキラーアプリを探していました。ブロックチェーンの使用ケースとビジネスモデルと価格の合致はすでに分かってきました。ビットコインのビジネスモデルは匿名性のある早い送金です。イーサリアムのはベンチャーキャピタルの代わりにスマート契約を通じて非集中のソフトウェア計画に投資できるようになりました。でも、この仕様は一般のコンシューマー的なアピールがありません。一体何がブロックチェーンの技術を一般に導入することは誰も知らないらしい。というか知っていても何も言いません。ラリマーさんはキラーアプリはすでに知っているがそれを言えませんと言いました。そうしたら未来に起こることを予測するしかありませんね。EOS は優れた取引の速度の上に自分のブロックチェーンを容易に起動させることを可能にすることはもう分かってます。そう考えて EOS を勉強し尽くした俺にキラーアプリが突然ひらめきました。それを分かるにはただ EOS は何の言語で書かれたかということを調査しただけです。それは WebAssembly です。これは WebAssembly です。Web ブラウザー内でプログラムを早く処理するための低水準言語です。主な Web ブラウザーChrome、Firefox、Safari などは皆 WebAssembly に対応にしています。現代の Web アプリは PHP や JavaScript の遅い言語で書かれていて重い処理のあるアプリに合いません。パソコン言語をどれも使って WebAssembly にコンパイルするのが WebAssembly の目的です。WebAssembly にコンパイルする言語は今は C だけです。ラストも試作のサポートがあり作業中です。見ての通りブラウザー内でアンリアルエンジンは作動します。これは WebAssembly 上の作動です。JavaScript のインタプリタなら処理落ちは重すぎます。ゲーム業界の状態を確かめましょう。全彼足かれ古典的な店売りゲームは消えていき課金付きのフリーミアムゲームは利益も人気差も業界を席巻しています。パズドラ
カンコレ、キャンディークラッシュのようなモバゲーは、毎年、数ビリオンドルの利益を上げています。携帯の総利益の 90% は、ゲームの課金からなります。ピーター・ムーアは、数年のうちに、すべてのゲームは、何かのクライアントアプリを介して課金モデルに移る、と言いました。それほど有利な商売です。課金は、ゲーム市場は、世界最大の消費市場だと言っても、過言ではありません。でもまた、信頼されざるを得ないの、第三者が現れ、アップルやグーグルは全取引の 15% までの印税をかっぱらってしまいます。これで、もう iOS の使い道が分かってきたでしょう。そのキラーアプリは、WebAssembly のキラーアプリと同じです。ブロックチェーンを一般的に使用させるものは？ゲームの課金です。WebAssembly では、ブラウザーのゲームを携帯でもスピード全開で遊べます。そして、iOS で、ゲームの開発者は、自分のゲームにブロックチェーンのトークンを入れます。アプリのストアからダウンロードが必要なくなり、印税を省き開発者に利益を上げ、ゲームの不法コピーも、ほぼ不可能になります。これは、ピーター・ムーアの言っていたモデルと、ぴったり合うと思います。ブロック1は、iOS 上のアプリを資金にするため、1ビリオンドルが予備されていると発表しました。これは大部分ゲーム開発に費やされても、驚きませんね。仮想通貨の交換所は、ゲームなどのトークン市場を含めるのは、ビジネスモデルの機会で長く待っていました。交換所は長い間、競争料金を提供しました。今まで、最大の第三者ビットコイン決済サービスコインベースは、決済手数料として100万ドルを売るまでただ、それ以上は、ただの 1% を提供して、取引手数料なしのiOSならば、さらに決済手数料を下げて交換所を維持する、費用だけに気をつけ、かなりの利益を取れます。決済手数料を下げないと、別の決済サービスは、簡単に踏み入れて、料金を競争できるでしょう。結果はどうあれ、Apple や Google の印税より、はるかに魅力的で、開発者はこのコストを簡単に吸収されます。手数料なし自分のアプリに、5ブロックチェーンを簡単につけることで、ゲームに適当なブロックチェーンなのは、iOS だけです。iOS の仮想通貨として価格の揮発性は問題ではありません。任天堂ポイントやマイクロソフトポイントと同様、今回はブラウザーゲームポイントを取り扱います。iOS をすでに持っている人はゲームの有利があるにもかかわらずトークンの交換は問題ないのだが、まずほとんどのコンシューマーは iOS を所持する興味がないと推測しましょう。では商人はビットコインのドル並みや円並みの時価をその場で抽出する方法と同じく、ゲームのプログラムは交換所から iOS の価値を抽出し、ゲーム内の課金をそれなりに上下させます。そしてゲームと協力する交換所を提供するスマート契約を使ってコンシューマーは iOS を通じてゲームのトークンを購入します。これで一般のコンシューマーが iOS を所持する負担はありません。ゲームの開発者はトークンの転売を予防するのにロックさせることもできます。これはゲームの要素を解除すると同じです。後で開発者は儲けた iOS を少しずつ売っていくか、交換所は売買を自動化させる仕掛けも設置します。開発者もゲームにある時間内に返金を可能にするスマート契約の機能をつけるのも賢明的でしょう。MMORPG のような大規模のゲーム内に自分の交換所を持つでしょう。ブロックチェーンを十分に抽象化することで、コンシューマーは iOS の使い方や価格の揮発性の負担に関係はないから、コンシューマーは心配いりません。開発者は iOS を受け、コンシューマーは課金の得を受けるので、相互の利益があります。一度 iOS の市場が流行っていくと、未来のゲームに使うために iOS を買う熱心な人もいそうです。ブロック1の設立者の一人であるブロックピアースは2000年代にイゲ株式会社を設立して辞職する前にその会社は
世界最大のゲーム通貨とバーチャルアイテムの交換所であったこと、そしてマーケットシェアは米国も韓国もトップ位であったことは決して偶然ではありません。ブロックチェーンを一般用にするにはゲーム市場は完璧なテストベッドです。ゲームは世界を助けます。そして数ビリオンドルのゲーム市場に組み入れて支援するのに、EOS は独特の位置いて、この機会をものにできます。これは、私の予想で。世には見えておる。EOS を使う人気なゲームが出ると、その価格は爆発するでしょう。一度ネットワークの利用性と安全性が確立されたら、人はゲーム以外のアプリを真面目に試してみるのでしょう。続いて、EOS に狙われて乱れる、もう一つの業界は、広告業界です。Google のほとんどの利益は、広告からなります。ニコビデオでこれを見ている、あなたは、プリーミアムのモデルの魅力がわかるでしょう。そして、Steemitは、広告なしでも、そこからコミュニティが立ち上げられ、自分たちの中に価値を作って交換することに、多少の成功を遂げました。このモデルを、ファン用のケースに当てましょう。例えば、人気の画像サイト、Instagram で、スーパーモデルの美人の写真は、寂しい男性にライクをされます。では、自分の写真を公開してアップロードできる Instagram と似てるアプリで、そのライクの投票数によって、アプリ内の権利がもらえたり交換所で売ったりできる、トークンがもらえることを想像してください。スーパーモデルの美人は、非集中アプリで、自分の虚栄心をトークンにより、報酬がもらえ、もはや無料で写真をアップロードしない。簡単な例えですが想像がついたでしょう。広告がなくなるとは限らないけど、ブロックチェーンでその勢いを衰えさせましょう。広告者の人から吸血したコンテンツの価値は、一般のブロックチェーンに移ります。それは、未来の希望です。EOS の可能な出来事の上っ面なでに過ぎません。こんなアプリやサイトを迅速に容易に作れて、マネタイズする力を与えます。こんなゲームやアプリは、イーサリアム上で動作することは、到底できません。取引の速度は、一般用には遅すぎて、ソリディティのユーザビリティのなさも破滅を招きます。現代のパソコンゲームを、PC98 で動かそうとするのと同じです。この技術の恐ろしさが分かり始めたでしょう。もう EOS の前に、イーサリアムがひざまずくする他はありません。まさに、ブロックチェーン技術の極みだと思われます。こんなに活用する仮想通貨は、ビットコインのアンチでさえも納得できるはず。だが、EOS は完璧なブロックチェーンと思われません。弱点のところも見分けました。ビットトレントの機能の仕方を知りませんか？トレントはファイルを複数の部分に分割して、部分のそれぞれのハッシュをトレントファイルに入れます。トレントファイル自体もハッシュがあります。トレントのソフトはトラッカーというネットワークで同じハッシュがあるデータを持つユーザーを探し、そのユーザーから直接そのデータをダウンロードします。IPFS というファイルホスティングの新しい方法が開発されました。インターネットはすべてトレントのトラッカーだと考えてください。データにアクセスするため、指定の URL を使う必要はなくなりました。アクセスしたいデータのハッシュを使って IPFS のネットワークのユーザーから直接ダウンロードできます。それは IPFS の利点です。ウェブサイトにアクセスすると、普通は URL をタイプするでしょう。お店に電話するのと同じです。お店の名前は URL と同じ。そして IP アドレスはその電話番号となります。
電話帳のようなもので名前と番号をつなぎます。ネット上でこれは DNS と呼びます。DNS の弱点はその集中性です。世界のトップウェブサイトは多く DNS のサーバーの一つか二つにホスティングされます。これはハッカーにとって好都合の的です。非友好的な国は資源を使って Google か DIN などの主な DNS サーバーを狙い、ネットのかなりの部分を中断させます。過去にこんな事件は数回起こりました。圧政的な政府は自分の国の DNS サーバーを中断させ、自分の国民をネットへ行かせないこともできます。2011年、エジプトの反政府の革命にこんな事件も起こりました。IPFS で DNS サーバーに頼らなくてもデータのハッシュさえ知れば誰からでもそのデータにアクセスできます。未来の URL は IPFS のハッシュに変換されるかもしれません。動画のストリーミングも作業中です。どうやってトレントのように他人のデータを自機で保存してシードさせますか？ゲーム開発者はゲームのデータをシードする動機としてゲーム内に利益を入れるかもしれません。こうしてゲームのデータは周りの人からダウンロードやストリーミングできます。多分 IPFS データセンターも設立され、それからデータがホスティングされるかもしれません。これはただ IPFS の提案ブレインストーミングに過ぎません。この問題解決を目的とするファイルコイン等の仮想通貨の計画がいくつかあります。次期で数ギガバイトを取っておき、他人のデータをホスティングして、報酬として仮想通貨を稼げたらと悪くないでしょう。しかし、この計画は古典的なブロックチェーンに動くので、取引の速度は遅め、一般にスケールすることは辛くなります。データのコスト比率も Amazon のような集中、ストーレージより高いから今は実用されない。EOS のトークンはネットワークの容量分以外、ブロックプロデューサーの提供するディスクストーレージの空き容量の使用権利も与えます。トークンをロックすると、その分ディスクの空き容量をロックして、ブロックプロデューサーはあなたのファイルを IPFS でシードしてくれます。これで、ブロックプロデューサーはストーレージの容量を競り合うこともあります。このシステムに欠点があります。プロデューサーは、ストーレージをお手頃価格で提供できるには、数千テラバイトほどの空き容量が必要となります。しかも、どのコンピュータでもディスクの IO 命令が全体処理の一番遅い障害となります。常にディスクアクセスすると、コンピュータに重く、ブロックチェーンのパフォーマンスが落ちてしまいますかも。全体のパフォーマンスを上昇させる SSD も発売されています。でも本当にスムーズな処理を見るには入手困難のラム並みの最高速のハードドライブにファイルを保存するしかありません。それに一人のブロックプロデューサーが落ちたら別のプロデューサーには同じ空き容量があるか、ファイルは一律ミラーリングしている保証はあるのか、どこまでのシンクロができるなのかは問題です。こんなストレージを供与するプロデューサーは政府から厳重な検査を受けるともっと困ります。ブロックプロデューサーの IP アドレスはプライベートなはずだが IPFS はビットトレント同様シードする人の IP アドレスを公開してしまいます。そしてキム.com は米国の国民でなくてもメガプロドで不法なファイルをホスティングしたからニュージーランドから米国への送還は認可されたことを覚えておきましょう。政府はブロックプロデューサーのサーバーに侵入して没収し、不法ファイルのストレージを取り締まるためというのはもっともらしい口実でしょう。非集中だから IPFS はに削除要請を送れません。ファイルが複数プロデューサーの間にミラーリングしてるなら政府にそれを追求する都合がいい口実を与えます。ラリマーさんに問いました。彼は別に EOS を報酬とするストレージを提供できる人はブロックプロデューサーだけとは限らないと言ったけど開発に忙しそうか詳細を伝えてくれませんでした。現在の仕様はブロックプロデューサーに限ると書かれています。俺がブロックプロデューサーだとしたらその資源的法律的な負担を背負うどころか政府に
間接的な攻撃区分を渡したくありません。ブロック制作の人とストーレージの人は相違なるとベストです。第産業や政府が乱れる非集中な企みを図ると、最悪の事態も起こり得る前提に立って行動しなくてはなりません。より良い発展が見つかることを願って、これからの状態を監視するしかありません。EOS のストーレージは、わずかな得で最大のリスクをもたらすと、俺は信じています。ハックした口座のリカバリー問題も残ります。所有が起きてのビットコインとイーサリアムはアナーキーの通貨と見られます。プライベートキーが漏れたらお金は他人に移ってしまいます。ブロック1はこれの解決に努めています。携帯かメールで取引を確認とキャンセルをできるタイムロックは施されるらしいです。ハックされたキーを変える方法もあります。しかし、今の最も関心のところは情報不足です。アプリの開発者がタイムロックを施せるが、ユーザー側はできませんか？ユーザーは IP アドレスのロックを設定できるのでしょうか？リカバリーについてのさらなる情報が必要です。EOS を使うのに高すぎるとどうなりますか？今は情報不足けどラリマーさんは EOS の賃貸システムは作業中だと言っています。今の詳細情報はないけど、こういうシステムは EOS を割と膨れ上がった価値を与えるでしょう。でもこれは EOS の利用を進めても、働きも使い方も構わない人からの投機も先導する諸刃の剣です。人々はすでに EOS をブロックチェーン不動産と呼んでいます。WebAssembly、IPFS、EOS の構造、どれも一般に使う準備がまだありません。しかし、調べたもののうちで EOS の方がはるかに俺の心を引きつけていました。業界の新パラダイムは理論を超えて、もはや時間の問題です。設計図を手にし、残るはインフラの構造と共同のコミュニティを築くのです。EOS に毎年インフレが起これば、遠い未来に投資する得があるか、と疑問を思うかもしれません。答えは、今の経済の働き方を対極的に考えれば、そこにある。現在の会社は、株主という異物に混入されています。株主は商品を生産せず、消費しないまま自分の利益だけを追います。この利益は、会社と消費者、両方とも犠牲にして収奪します。この3者の関心事は、ずれています。一方、会社自体は、社外の貢献を防ぎ、競合を続けるために、企業秘密を守り、他社との距離を保ちます。非集中の会社では、消費者、作者、株主も皆は同一の共同体となります。オープンソースのソフトウェアは誰でも貢献できます。EOS に貢献をする者は、自分のトークンの価値を上げます。消費者と作者は互いに利益を与え、皆の関心事が合います。これから、EOS に遠い未来の価値もあると信じます。その価値は、人の相互の貢献から生まれます。EOS は、本当の非集中の会社となります。ビットコインやイーサリアムに集中の会社の原型を見ました。今は EOS の総合時価は8ビリオンドルです。それは1、2年以内100ビリオンを超える可能性は十分あると思います。限定の利用のビットコインはすでに200ビリオンドルを超えました。年頭と比べては数倍増加したと覚えてください。ブロックチェーンの応用拡大につれて、テザー社やブロックチェーンの真相がわからない機関投資家もビットコインにさらに大金を注ぎ込みます。個人的に俺が信じることにかけます。ビットコイン市場が崩壊しても EOS はそれに捕まらずに自分で立てます。EOS を購入するとブロックチェーンに投資するだけでなく、そのブロックチェーンの上に立てるアプリや業界にも投資することになります。作品の生産を効率化して容易にするプラットフォームを起動すれば人気になるのはもうわかるでしょう。これは非集中のコンシューマー団体は生産手段を所有する歴史に残るごく稀な機会です。自由市場はあなたの消費するコンテンツに直接影響できます。当たり前の事情に見えるが真実は違います。俺は最近まで Google の請負仕事をしていました。
この仕事の一面は、用つべ動画の分類判定をすることでした。Google は、広告者を怒らせた動画のマネタイズを廃止して、俺は配信アルゴリズムを、悪い動画が認知されるようアルゴリズムのトレーニングを、やりました。だからいろんな、悪い動画を見させられた。在特会やクラックのような急浸透の動画。暴力ゲームやエロゲームの動画。普通のセックスを物語るテキストのみの動画。麻薬や性的少数者の活動について語る動画。それに、ボケた人間をつい録画してしまった動画を見ました。全部人気があったが、第三者の広告者は作者に報酬を値しないと判断を下しました。俺にもアルゴリズムの透明性がありませんでした。自由思想を抑圧するための独断の検閲でした。やがて、リポートオブザウィークのような正常潔白なチャンネルさえも検閲し始めました。無礼と言えるところもなく、ただファーストフードをレビューして、その中で、フードの悪い評価もしました。収益の廃止は、アルゴリズムのためか、あるいは悪い評価で立腹させた会社からの依頼か、もう区別はできません。動画を分類しながら、何らかの不愉快を感じました。政治や財閥にこびるため、意図的に人の生計を盗むとは、どこの誰ができるのでしょうか。公正なシステムであれば、メディアのコンシューマーは、直接に作者に報酬するべきであります。HTTP のプロトコルは、本来、直接の取引を楽にするはずでした。HTTP のエラーコードに、まだその面影が残っています。ネットスケープの開発者は、ビザやマスターカードの決済サービスに HTTP 対応を要請したが、断られたせいで、今の広告者ビジネスモデルで、財閥は自分の政策を押し通すため、ますます第三者を利用して取引の仲裁をさせます。コンテンツの価値は実力と優秀さに基づいていません。最近、ブロックチェーンの利点は、信頼のコストは、非集中するコストを超える時だけに限られている、と書いた軽蔑的なコメントを読みました。これは、ある程度、真実かもしれません。しかし、信頼のコストを考慮すれば、金銭的だとは限りません。我々は、会社が古代広告や有害な商品を売らないと、信頼している。マスコミは誠実性と透明性を保つように、信頼している。銀行は、人のお金と財産を存在に扱わないと、信頼している。政府は不条理な暴力を犯さないと信頼している。司法機関は適正手続きの保証してくれると信頼している。しかし、この偏在的な組織が委任されたタスクを歪めて、人の信頼をめちゃくちゃにします。これがブロックチェーンの真相です。経済的で個人的な自由を誇る腐った政府から解放された社会です。インターネットは今までにないくらい網羅的に世界をつなげました。この技術で国境の壁と情報の壁が崩壊されましたが、容赦なくエリートは世界中の中流と下流を食い物にするため、富の格差の壁はまだ居残っています。ブロックチェーンのリバタリアンの目的を忘れてはいけません。多数の人は莫大な儲けとストレスフリーなライフスタイルを宣伝します。もちろんこれを動機としない人はいないと思えるけど、このムーブメントの本意をわかるためには、俺とラリマーさんのイデオロギーに共感しなくてはなりません。短期間で金を失う心構えは不可欠なのです。このテクノロジーを信じないと不可能です。俺の残高は毎週数千ドル上下され、まるで世界の揺るがしを前兆するようです。最後に利益を受けるは今の仕組みに無頓着な人です。
すでに暴力革命で圧政の力を奪おうとしたが、これは通用しないと分かっています。どうして力を持つ者に啓発された理想を維持することを信頼しますか？革命後、縁故のある独裁者や中国のような国家資本を取り締まる連中に、暴力の圧力はさらに集中しがちです。しかし今、もっと平和的な一風変わった方法を試せる機会があります。黒幕が策動する政府と銀行を信頼するより、自分で動く透明なオープンソースのブロックチェーンを信頼してはどうですか？社会の変革を目指して努力しないと、世界の国々は争いに飲み込まれそうのです。儚い夢に住んだとしても、人間を統一するために未来にかける甲斐があります。政府、中央銀行、財閥の行動に不安を感じるのなら、この経済の革命に参加するのは遅くありません。元はこの動画をもっと早く出したかったのだが、原案は分かりづらく、新発展が常に続発です。今頃も、ブロックチェーンと仮想通貨についての情報はひどく散らばって、全体像を結ぶよう情報をまとめて編集するのに、大変に苦労しました。EOS の発表から、その進行をきっちりと辿ってきた俺は、もっと情報を集めたくて、価格の安定を待っていたかった。でもここ数ヶ月間、EOS を含み仮想通貨の価格の激変を見渡しながら、パンドラの箱がすでに開かれ安定の瞬間を望むのは、もう無理だと気づきました。圧政的な政府は一生消えなくても、EOS のような非集中経済に参加すれば、それほど政府の勢いを減少します。この技術は、社会の構造を変えると信じてくれるなら、応援して参加するときは今こそ。人は、こうやって情報を広めると自分の投資が薄まると考えています。代わりに虚偽と噂を広めて他人を落胆させます。これはブロックチェーンの目的に逆効果です。この構想はできるだけ人々に広く知らせることは大事だと思うし、短時間で有限な資源でできることはせいぜいこれぐらいです。だからこの動画をあなたの知り合いに見せてほしい。興味がある人は皆参加することを願います。成功を遂げたら参加人数が何人であろうと多額の利益を取れます。しかしこれは自分の才能に信じてからです。しばらく仮想通貨を持ちながら自分の能力と知識を絞り人々に貢献すると投資の潜在利益が最大に発揮されます。情報化時代から非集中時代に移りかけています。このテクノロジーを初めて採用した国は優位を占めます。今は EOS の興味はほとんど韓国から来ています。韓国はプレミアムのゲームとバーチャルのゲーム通貨の先駆者でした。その間、日本はテクノロジー業界の発展に遅れることなり非難されました。この解説動画を作成した理由は、日本は心のどん底から愛して先越させるわけにはいかないからです。仮想通貨は世界経済の勢力均衡を東アジアに転じさせるかもしれません。もしそうであれば、日本はどこからどうやって速やかに入ることかを知るのが得策です。ところで、ビットコインとイーサリアムの成長はあまり自然的だったとは言えないが、歴史に残るほどその巨大な影響は否めません。この通貨はまだ人気であり、人はその成長ぶりを見て認知されたら参加したくなると思ったら幸いです。どっちもネットワーク外部性があり、盛んなコミュニティが生まれました。こんなブロックチェーンや未来に余地はあります。EOS が失敗に終わっても別の解決が来るまでビットコインとイーサリアムは予備として使えます。そして EOS の ICO に参加する時間が十分あります。非集中の経済で政府の力を根こそぎにしてみよう。仮想通貨に夢と希望を込めて一緒に次の社会の礎を築こう。